日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、最近ね、日本は暑いですね。日本の夏は多分皆さんも知ってると思うんですけど、気温が高いだけじゃなくて湿度もめちゃめちゃ高いです。めちゃめちゃ蒸し暑いんですね。なのでいつも外に出るだけで何も運動とかしてないのに汗が止まらなくなるんですね。もう外にいるだけでサウナみたいな状態なんですね。で、毎年僕はこの時期になると湿度が低くてカラッとしているところに住んでる人は羨ましいなって思います。日本はめちゃめちゃ蒸し暑いんですけど、僕が前住んでいたカナダの夏とか、あとは僕の友達の木村が住んでいるオーストラリアとか、夏は暑くなるけど結構カラッとしているんですよね。あまり湿度が高くないんですよね。なので羨ましいなって思います。そんな暑い夏なんですけど、日本には夏ならではの楽しみがあります。それが夏祭りです。なので今日は夏祭りについて話したいと思います。実はね、最近僕地元のお祭りと、あとそれから横浜駅の近くで開催された大きなお祭りに行ってきたんです。なので今日はその感想についてちょっと皆さんにシェアしたいと思います。で、まず最初に言った地元のお祭りについて話したいと思います。正直ね、子供の時はめちゃめちゃ夏祭りが大好きでした。なので小学生の時とかはもう夏祭りがあるたびに友達を誘ってお祭りに行ってました。でも大人になってくるとどんどん夏祭りに行かなくなるんですよね。これどうしてかというと、やっぱり子供は暑くても元気があるし、時間もあるし、友達とたくさん遊びたいですよね。でも大人になるとどんどん元気がなくなっていって、どんどんエネルギーがなくなっていって、仕事もあるし、で大人ってあんまり学生の時みたいに夏休みってないですよね。もちろん仕事を休んで夏休みを取ることができるんですけど、学生の時みたいに1ヶ月とか1ヶ月以上の長い休みを取るのはなかなか難しいですよね。で、そうやって大人になってくると、休みも取れないし、で、外もすごい暑いし、なんかめんどくさいなって思って、どんどんお祭りに行かなくなるんですよね。お祭りに行かなくなるというより、外に出かけなくなるんですよね。で、なのでね、僕はお祭りは好きなんですけど、正直夏祭り行くのちょっとめんどくさいなって思ってました。でも実際にね、行ってみるとめちゃめちゃ楽しいんですよね。もちろんお祭りに行ってお祭りの屋台の食べ物を買うのも楽しいんですけど、結局ね、何が一番楽しいのかっていうと、お祭りの雰囲気なんですよね。お祭りには屋台って言って、そこで食べ物とか飲み物を買えるところがあるんですけど、それも実際楽しいんですけど、その屋台の食べ物飲み物のクオリティが高いから食べたくなるっていうより、なんかお祭りの雰囲気が楽しくて食べたり飲んだりしたくなるっていう感じなんですよね。で、実際僕もその家の近所で、開催されたお祭りに行ってみて、まず思ったのは、もうめちゃめちゃたくさん子供たちとか親子連れがいて賑やかでした。子供たちが
お菓子を食べたりとか、なんか公園の中走り回ったりして、なんかすごい疲れるんですけど、そのお祭りに行くこと自体は疲れるんですけど、そういう元気な子供を見るとすごいこっちも元気もらえるなって思いますね。で、この人の子供、人間の子供だけじゃなくて、僕がお祭りに行った時にたまたまカモの親子もいたんですよ。小さいカモと多分お母さんのカモと一緒に池で泳いでて、そういうのも可愛いなって思いました。人間の子供だけじゃなくて動物の子供もなんかこの夏を楽しんでるのかななんて思いながら見てました。で、僕の近所のお祭りにはすごい大きいステージがあって、でそこで何をするんだろうなって思って見てたんですよ。そしたらそこでプロレスをやってたんですよ。なんか僕の住んでるところの近くにプロレスのチームがあるらしくて、でプロレスラーのすごい大きい人たちがもう5人とか6人そのお祭りに来てて、でそのお祭りの会場の中でプロレスをやってくれたんですよ。これはね、結構ね、もちろん子供たちはすごい楽しんでたんですけど、それだけじゃなくて結構お父さんとかおじさんとか男の年上の人もかなり楽しんでたと思います。僕もまさかプロレスがあるなんて思ってなかったので、ついつい見ちゃいました。かなり迫力がありました。普段僕は家で仕事をしているのであまり出かけないし、外に出かけると言っても、買い物しに行ったりとか、スーパーに行ったりコンビニ行ったりとかぐらいしかしないので、あんまりね近所の人と交流する機会がないんですね。でもお祭りの日だけは地域のこの近所の人たちがみんな一つになっている感じがして、それがすごい新鮮だと思いました。あとお祭りってなんか不思議なんですけど、普段は買わないような食べ物とかもついつい買っちゃうんですよね。例えば焼きそばとか、ジュースとかもスーパーに行って買った方が美味しいし安いですよね。わざわざお祭りの屋台で買う必要がないんですよ。でもお祭りに行ってこの外のベンチで座って食べると、普通の焼きそばとか普通のジュースとか普通のお酒がなんかいつもより美味しく感じるんですよね。ちょっとお祭りマジックみたいな感じですね。なのでその食べ物の味自体を楽しむというより、僕を含めてみんなそのお祭りの雰囲気を込みで一緒に楽しんでるんじゃないかなと思います。で、次はね、横浜の駅の近くで行われた大きいお祭りについても話したいと思います。で、こっちのお祭りはもう地元のお祭りとは全然雰囲気が違いました。っていうのも、まず大きさが全然違います。僕が行った近所のお祭りはもう本当に近所の公園でやってるお祭りだったので、人数もどうでしょう、100人もいないぐらいですかね。ちょっと正確な人数はわからないんですけど、本当に小さいお祭りでした。でもこの横浜の駅の近くであったお祭りはもうわからないんですけど、1000人ぐらい来たんじゃないですかね。そのぐらい人がいっぱいいて混んでました。もう屋台の数もめちゃめちゃ多くて、もう10分ぐらいずっと歩いてたんですけど、ずっと道沿いに屋台がありました。で、これちょっと横浜っぽいなって思ったのが、日本の食べ物だけじゃなくて他の国のね、いろんな国の料理があって、ちょっと国際的な感じが横浜っぽいなと思いました。例えばジャマイカの食べ物とかブラジルの食べ物とか、いろんな食べ物が売ってました。でそれからね、
このお祭りは海の近くであったんですよ。なので食べ物とか飲み物を買って、で海の近くに行って海の景色を眺めながらその買ったものを楽しむことができるんですね。これも港町横浜、すごい横浜っぽいなと思いました。で本当にめちゃめちゃ賑やかで楽しかったんですけど、でもやっぱり地元の近所のお祭りと比べるとちょっと忙しすぎるかなと思いました。賑やかで楽しいっていうのはそれはあるんですけど、やっぱり人が多いし、なんか物を買う時も毎回毎回並んで待たなきゃいけないし、ちょっと疲れるなって思いました。なのでね、大きいお祭りも小さいお祭りもどっちもいいと思うんですけど、どちらかというと僕は小さい地元のお祭りの方が好きかなって思いました。僕に合ってると思います。大きいお祭りみたいに派手さはないんですけど、小さいお祭りの方がゆっくり歩きながら雰囲気を楽しめますし、自分の家から近いから行きやすいっていうのもありますね。なので、どっちもいいけど僕の好みは小さい方、地元のお祭りかなと思います。今日ね、大きいお祭りと小さいお祭り、両方について話してみたんですけど、改めて考えてみると、夏祭りの魅力は何をするかじゃなくて、どちらかというとその場の雰囲気、空気を楽しむことなのかなと思いました。もちろんね、屋台の食べ物を食べたりとか、お祭りの音を聞いたりとか、浴衣を着て歩いたりとか、そういうものを全部合わせて、夏が来たなっていう風に感じるんじゃないかなと思います。最近はね、めちゃめちゃ暑くて外に出るのが嫌になることもあるんですけど、それでもね、毎年1回は夏祭りみたいなイベントに行きたいなと思います。こういうね、季節のイベントっていうのは、夏は大変なんだけど、それぞれの季節の良さを感じられるいい機会なんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は夏祭りについて話してみました。皆さんは夏祭りに行ったことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日のエピソードが少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今日のエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人、それからこのポッドキャストをサポートしたい人は、ぜひパトロンのサイトをチェックしてみてください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。